こんにちは、ナースロボ、タイプ T です。最近のアップデートでスキルパレットが8つに拡張されてから、各クラスの評価がかなり変わりました。そのため今回は各クラスの評価についての解説動画になります。また個人的な見解で評価は絶対的なものではありません。ブルプロはアップデートで定期的にクラス調整するため、投稿時点での情報であることに注意してください。それでは早速見ていきましょう。まずは盾のイージスファイターです。盾は弾のヘビスマッシャーと並んで、パーティには欠かせないくらい重要なクラスになりました。現状、スキルパレットの拡張で最も恩恵を受けたのが、盾と言っても過言ではありません。敵を集めることのできるブロービートやサンライズチャージアルファ、敵を拘束するバインドスラッシュと強襲攻撃、スーパーアーマーを付与し敵を挑発できるタウントや回復のできるリジェネのバフスキル、スタンを付与するシールドチャージ、エリア内の味方の火ダメに 10% カット、かつアルファで属性ダメージ 24% カットのエンハンスサークル、何でもできます。まさに万能クラスです。クラスアクションでガード。通常攻撃のジャンプキャンセルでの連続攻撃。火力も耐久モドのクラスに比べて高水準です。さらにウルトでは大きく味方の生存力を上げれます。サービス開始直後では弱いとされていた盾が今や最強レベルです。やれることが多いので実際に使っていて、とても楽しいクラスでもあります。クラスアビリティは、ハイリザレクトとヴァンガードもしくはアンタッチャブルがおすすめです。個人的にはヘイトフルダメージがなくても、必要なヘイト管理は可能でした。以前に盾視点の高難度 EX ラッシュ攻略動画も投稿していますので、気になる方は視聴してみてくださいね。次に斧のツインストライカーについてです。斧は攻撃に特化しているように見えて、攻守ともに優れたクラスです。サービス開始当初から斧は最も安定した火力と生存力を確立しています。クラススキルは高火力で手数にも優れていて、ドレイン効果を持つスキルが複数あります。バフスキルはスーパーアーマーとアルファで非ダメージダウンダイを付与するウォークライ。すべての攻撃にドレイン効果を付与するブラッドオーツス。コンボゲージを消費して大ダメージを出すイグニッション。これら非常に強いバフスキルを3つも持ちます。特にイグニッションメータとドレインスパイラルやブルータルグロ。ヤーバインガクトを一緒に使った際は全てのクラスの中で最も高い瞬間火力を出せます。さらにクラスアクションにスーパーアーマーとドレイン効果があります。さらに、斧にはクラスアビリティに玄関境必須のドレインフィーバーがあります。これをパーティチェーンに応じてパーティ全員に攻撃時 HP 回復のドレイン効果を付与します。何度このアビリティで自分だけでなく、パーティ全体の生存力を大きく底上げできます。そのためどのミッションにおいても、斧は回避もほとんど行う必要もなく、敵に張り付いてスキルを使うだけでクリアできてしまいます。最も手軽に最強のクラスを使いたいならば斧を使うことがおすすめです。ただし斧には一つだけ欠点があって他のクラスにも言えることですが、敵を自分で集めることができません。したがって、パーティでは盾や弾のクラスがいなければ、複数の敵にまとめてスキルを当てることが困難です。それでもサービス当初から今に至るまで有り余る高性能なスキルを有したクラスです。強くて爽快感ある攻撃スキルをたくさん使いたい人におすすめなクラスです。次に弾のヘビスマッシャーについてです。このクラスはなぜか一度、ロックボディという一定時間ダメージを防ぐスキルが弱体化された不空のクラスです。弾の役割はダストボルテックスアルファにより敵を集めることです。これさえうまくできれば特に言うことはありません。敵を一箇所に集めることでパーティが敵をまとめて殲滅できます。そのため弾がパーティにいるかいないかでミッション周回の時間に大きく関わってきます。非常に他クラスにとって感謝されるクラスですね。またロックボディ以外のスキルでスーパーアーマーを付与できません。なのでバトルイマジンの鶏やプライリーアニマ、フェステベータ等を使う必要があります。ロックボディ以外のスーパーアーマーを持つか持たないかで大きく使用感が変わるので気をつけてください。他のスキルでは一撃が高火力のスキルを複数持ちます。ロックボディとダストボルテックスの組み合わせ以外にも、オーバーリロードとハンマースローの組み合わせも範囲火力が出せて強いです。クラスアビリティのおすすめはスタミナアップとトランスフィジカルです。状態異常が厳しければリフレッシュプラスも良いかもしれません。ここまでの盾、斧、弾の3クラスが現状の環境的に強いクラスです。残る槍、弓、杖のクラスも決して弱いとは一概に言えませんが、どうしても残りのクラスはミッション等で他のパーティ構成に影響されがちです。先に紹介した盾、斧、弾はパーティにとって必ず1人は必要だと言えますね。特に現状の高難度ミッション、EX ラッシュや上級バーンハルトではこの傾向が顕著です。クラス調整以外にもミッションや他のコンテンツが増えたら環境が大きく変わるかもしれませんね。
次に槍のブリッツランサーについてです。槍は他クラスより後に実装された最新のクラスです。最近では刻印システムが個別になるクラス調整がありましたね。通常攻撃での派生やスキルでの刻印操作が複雑で、最もアクション要素の強いクラスです。操作が難しい反面、刻印でエネミーに付与できるデバフや威力が強く、刻印をダメージ増加に加え攻撃力ダウン中、移動速度ダウン台を付与できます。3つの刻印を同時発動すると範囲大ダメージを与えられます。弾や盾が集敵したところで発動すると一瞬で敵が溶けます。槍にはスーパーアーマーを付与するがスキルがマークトリガーベータしかないため、マークトリガーベータを手に入れるまではバトルイマジン等でスーパーアーマーを補うしかありません。これが槍の最も辛いところです。スーパーアーマーがないと攻撃がキャンセルされ、思ったように刻印の付与と発動がうまくいきません。またパーティに敵を集められるクラスがいない場合、刻印の範囲火力も大幅に下がります。槍は刻印によるテクニカルな操作、スーパーアーマーや集敵、理論値的な最大火力を出すには条件が多数あるクラスです。そのためとても癖の強い火力色と言えますね。次に弓のブラストアーチャーについてです。弓はパーティにおけるサポートクラスです。ですが実はブルプロではほとんどの人が弓をサブクラスにします。これにはフィールドのエネミー狩りに対して非常に便利だという理由があります。ブルプロは MMO の性質上フィールドで他プレイヤーとエネミー狩りをする機会が多くあります。ゲームの仕様ではエネミーに1回でもダメージを与えていれば経験値やアイテムドロップが取得できます。この仕様のためにフィールドでは互いに1回は攻撃を入れて円滑に狩りを進める必要があります。そのためブルプロがリリースされてから現在までエネミーの素材やドロップ目的での狩りにおいてある程度の時間居座る場合は弓を持つことが暗黙のマナーとなってしまっています。これはアイマスクパーティのオンオフ関係なしに発生している問題です。それもあって弓はサブクラスに育成を推奨されるクラスとなっています。また、日頃から時間がない人にはフィールド等も快適に狩りができるため、メインクラスとしてもおすすめです。ヒールやデバフ等ができるだけでなく、火力スキルや通常攻撃の威力も低くないため、いろいろと便利なクラスですね。エネミーに対してロックオンではなく手動で頭等の弱点を攻撃すると、ダメージが青で表示されるウィークアタックになり、30% 余ダメージが上がる点も面白いです。遠距離クラスなので踏みつけで大きく距離を離すこともできます。ただしミッション時は敵を散らさないよう注意です。ウルトを構えて狙ったところに敵を約5秒引き寄せることができます。クールタイムが170秒なので気軽に使えないのが難点です。うまく使えれば敵を瞬時に集められるので、弾や盾がいなくても多少は弓で代用できます。最後に杖のスペルキャスターについてです。杖は現状最も辛い環境です。なぜなら他クラスよりスキルパレット拡張の恩恵が少ないからです。杖のコンセプトはもともと、威力や手数の多い魔法スキルのクールタイムがなく、クラス固有の E キーゲージを使用して一つのスキルを連続で使用できるというものです。従来では他クラスがスキルのクールタイムを待つ間に、スキルを連打することができたので、比較的火力の高いクラスとしての立ち位置でした。そのため、自前で回復やスーパーアーマーがないこと、ステータス参照が杖だけ特殊なため、筋力で攻防を両立できない代わりに知力や精神力を上げる必要があること、などの耐久面で脆いというデメリットと、火力の高さが両立していました。加えて、杖は移動入力なしでの通常3段目で敵1体の全耐性を下げることができますが、最近のアップデで各クラスも固有の耐性ダウンを上派生攻撃で入手しました。特に非属性武器が主流の今、炎の上派生攻撃による非耐性ダウンが非常に強いです。そのため、次に何かしらのクラス調整があるのなら杖に来るのではないかと個人的に予想しています。結構悲しく話してしまいましたが、杖にもまだ良い点があります。全体性ダウンを常に付与できることも、もちろん強いのですが、実はチェーンを維持し、稼ぐことが容易であるのが杖です。杖のスキルでは、ブリザードやサンダースフィアといった設置型の自動攻撃スキルがあります。さらにライトニングというスキルでは1回の攻撃で7本の雷を放つことができます。加えてフォローバレットで魔法弾が一度のスキルで6つ放てます。これらを併用するとパーティのチェーンを簡単に稼ぐことができます。有名なのはコンセントレイトとアイシクルで範囲火力、チェーンを両立することですね。リリース当初はアイシクルによるひるみで、大型以外はほとんど動けなくさせることもできたんですが、過去のクラス調整で弱体化が入りましたね。個人的にはアイシクル連打よりも、今はバフスキルの間にライトニングを連打して、ある程度チェーンを稼げたら、フレームグレネードもしくはファイアブラストを使用するのがおすすめです。フレームグレネードやファイアブラストの間に、
クラスアクションを短く押すと、モーションをキャンセルしながら無限にスキルが放てます。ブレイズブラストも良いんですが、チェーンがライトニングより稼げません。それにフォローバレットが1回しか発動してくれないんですよね。最近だと左右派生攻撃で破裂弾攻撃の範囲とひるみが強化されたので、高難度の EX ラッシュでは途中使用する場面があります。左右派生攻撃は隙も少ないので使いやすいです。そのため以前にも増して、入力なしでのデバフ、下派生の一気リジェネ、左右派生のひるみ攻撃と、他クラスのように通常攻撃する必要性が出てきましたね。といったように、その都度環境に合わせて動きを変える必要がありそうです。おそらくクラス調整も今後杖に入ると思いますのでなおのことですね。といったところで6クラス全てについての評価でした。杖の違和感を除いてそこそこ全クラスのバランスは良い方ではないでしょうか。皆さんはクラスバランスについてどうお考えですかね。露骨なのは不調整だけは気がめいるのでやめてほしいですよね。いつも高評価、フォロー、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。